やっぱり相手がいないと物足りないな。でもこんな日にグラウンドに来る子なんて。おーい、君今暇？私と一回並走。あれ、君トレーナーだったんだ。ごめん雨でよく見えなくってさ、間違えちゃった。それじゃ。そっか、ありがとう。でもごめんね。その子ミスター CB でしょ。母親が名馬娘で父親がそのトレーナーだったのよ。その娘ってことで入学前から噂になってて、実際見たら才能もあるし、その上なんだか常識破りな走り方をする子でね。だからあの子ならもしかすると次の三冠馬娘に、あの神話を超える存在にだってなれるかもって期待してスカウトするトレーナーが後を絶たないの。でも今のところ100発100中で断られてるみたい。立場も実績も関係なし、どういうトレーナーを望んでいるのかもよくわからない。これは推測だけど、全員を断っているということは逆に言えばあなただから断られたってわけじゃないと思う。きっと諦めるのはまだ早いよ。一度断られたんなら今は熱心さをアピールするチャンスじゃない？プレゼント？へえ、ありがとう。どれこれはトレーニングメニュー？なるほどね、私専用のメニューを組んでくれたんだ。こっちは蹄鉄？オーダーメイドだ。へえ、つま先に負担がかかりにくくなってるんだね。ありがたいな。まあでもごめんね、受け取れないんだ。受け取ると期待させちゃうでしょ。そういうの苦手なんだ。ごめん。だから気持ちだけもらっとくよ。ありがとね。それで話って？あまたのスカウトを速攻で断っているとの噂を聞いてね。教官からの再三の忠告もすでに行われたが、依然変わらないと。ああ、今日のルドルフはつまんないこと言うんだ。君にとってこの類の忠告がこの上なく煩わしいことは理解しているが、私もこういう立場なものでね。担当トレーナーがいなければデビューはできない。仮にそれが続けば出走拒否とみなされ退学もあり得る。君ほどの前提万里な馬娘が足踏みしている姿は私個人としても気にかかる。せめて理由が知りたい。理由ね。作りたくないわけじゃないんだよ、本当に。ただピンとくる人がいなくって。私にはどうしても栄冠の価値がわからない。 G1 勝利もクラシック三冠っていう伝説も彼らが望むものを叶えたいと思えないんだ。一緒に歩んであげられない。だからって私側に無理に合わせてもらうってのも良くないし、堂々巡りなんだよね。相変わらず頭が固いなって思った？いや、君らしいとは思ったが。
一度視点を変えてみてはどうだ CB。 価値観とは思うほど合わせる必要はないものだ。馬娘本人からは生まれ得ないものを持つのがトレーナーだと私は思うよ。どうして一人でレースに出られないんだろう。昔から周りと反りが合わなかった。大雨が降るグラウンドがピカピカして見えた。楽しくて夢中になって走り回っていたら怒られた。窮屈だからってジャージで登校したら怒られて、青い空が気持ちよくて授業をサボって散歩してたら怒られた。ねえ、どうして先生の言うことが聞けないの？右を向けと言われても納得できなきゃ向いたりできない。私にとって当たり前の価値観は敵を作りやすかった。学校もサボってどうすればいいのかもわからなくなってたある日、メンバー足りないからどうって。私レースに出るのなんか初めてだけどいいの？へえ、ゲートって結構狭いんだね。それでここが開いたらスタートだ。いつだって鮮明に思い出す。あの日狭いゲートが開いた瞬間、青々としたターフが私の全部を迎え入れてくれたあの瞬間、世界で一番自由な場所を見つけたと思ったんだ。それであれからすぐにクラブチームに入ったんだっけ。張り切ってたな。結局うまくいかなかったけど、最高峰のレースができるトレセン学園、ここでなら自由に走る方法があるかと思ったんだけどな。どうしてみんなは何かのために走れるんだろう。ごめんね、遅らせちゃって。はあ、助かったよ。ああ、大丈夫。この感じ寝てれば治るやつだから。待って、一人暮らしなんだ。今家に何もなくってさ。悪いんだけど水買ってきてもらってもいい？はあ、うどんがしみる。ありがとう。ご飯まで本当に助かるよ。ごめんね、スカウトを何度も断っちゃって。君は優秀で優しいトレーナーでしょ。見ていればわかる。君が悪いわけじゃないんだ。ただ昔名門って言われるクラブチームに入ってたんだ。そこでいろんな有名トレーナーにトレーニングをつけてもらってた。あなたの力は逃げてこそ生きる。あらゆる状況に対応できるよういろんな走りを覚えよう。そうすれば G1 勝利や URA 賞の受賞、いや三冠馬娘だって夢じゃない。そんな言葉をたくさんもらった。
けど私は G1 勝利にも三冠馬娘にも興味が持てなかった。トレーナーにとって何より欲しいものっていうのは分かってる。大きな実績で唯一無二の誇りだっていうのも。でもどうしてもどのレースにどう勝てばどんな栄誉がもらえるだとか、何に何回勝てばどれだけすごいんだとか、そういうことに心底興味が持てなかったんだ。それでどうして言うことが聞けないの？トレーナーたちと意見がぶつかっちゃってさ、辞めることになったんだ。今でもよくわかんないんだ。ルドルフのような馬娘の未来のために走りたいっていうのも、誰かの笑顔が見たい、何かを盛り上げたい、そういうのもさ、素晴らしいことだって理解はしてる。でも私にとってあそこはそういうものじゃない。ただ走るためにあるもの、それだけのもの。それこそが至上の幸福なんだ。私がレースで見ている景色を知りたい？なんで？私に寄り添うの？君が？ううん、少し驚いただけ。けどいいね。悪くない。悪くないな。少しやってみようか。じゃあそうだな、目を閉じて想像してみて。君は狭いゲートの中にいて、その向こうには青々としたターフが広がっている。隣に並ぶは総勢10名近いよりすぐりの馬娘だ。ルドルフやエース、面白いレースをしてくれそうな子ばかりが並んでる。ファンファーレが響いてゲートが開く。狭くて暗いその場所から青いターフへ飛び出していく。今日の芝は柔らかい。冷えた空気が体を抜けていく。隣の子たちは次々に前へ前へと位置取りをするけれど、君はそんな気分じゃない。そうだな、一番後ろに回って最高峰からレースを眺めよう。やがて第3コーナー、坂が来る。弾む心のままに加速して登って下って最終コーナー。周囲は一気に加速していく。熱を逃すな、先頭を捉えろ。もう一度足を思いっきり踏み込む。息を短く吸って吐いて走るんだ。風よりも光よりも早く早く、全てを脱ぎ捨てて前へ前へ。もう誰も君を止められない。誰も縛れない。なんだか私が走りたくなってきちゃったな。それでどうだった？なんだ、そっか。やっぱりそうだよね。でも分かるって言えば契約したがったかもしれないのに、君なんていうかバカ正直なんだね。
悩み多き日々だろうが手心を加えてはやれないよ。そんな相手なら誘ってないって。どうした CB？ あれは君に熱心なトレーナーくんか。うん、風邪ひいてた時すごくお世話になったんだよね。ねえルドルフ、どうして君は誰かのために走れるの？君がそんな質問をするとはね。誰かのために走ってみたくなったのか？まさか。ただそうあれたらどんな気持ちなんだろうってちょっとだけ気になって。私の頭がもう少し柔らかかったら彼女をトレーナーにしようとすぐに思えていたのかな。もしも私が何かのために走れる馬娘だったら。でも今はそんなことどうでもいい。今ここではただ楽しくてたまらない。これ以上はいらない。これ以上の価値なんて。これだ、これこそが。おーい、どうしたの？大丈夫？もしかして風邪移しちゃった？嘘、腰抜かしちゃったの？何もかも。ああ、そっか。君が欲しいのはクラシック3冠だったっけ？栄冠じゃなくて夢？私が走れば君は夢を見られるの？それってすごいな。君すごいこと言うんだね。やっぱりここは気持ちいいな。誰かと来るなんて久しぶりかも。前さルドルフに言われたんだ。私からは生まれないものを持つのがトレーナーだって言われた時はそんなにピンときてなかったんだけど、君の夢の話、君が私に見ている夢の話を聞いて分かった。私ね、縛られるの苦手なんだ。強制されるのも期待されるのも、誰かのために何かの目的のためにレースを走るのもできない。今だってやっぱりできないと思うし、これからだってきっとそうだと思ってるけど、担当トレーナーに我慢させたくもなくってさ、契約を結ぶなら利害を一致させたかった。だからいつまでたってもトレーナーを決められなかったんだ。けど君が私にただ夢を見てくれるって言うなら、それはピタッとハマる気がする。君も私も我慢しない。その上それはすごく心地いい。私からは生まれえない不思議な追い風なんだ。
君は私に夢を見てよ。私は好きに走るから。君も納得できるなら契約書を用意しといて。これからよろしく。やあ、君か。奇遇だね。歌唱レッスンだよ。だけど教室の中はどうも気乗りしなくて、先生に許可もらっていい感じのレッスン場所を探してるんだ。別にいいけど変なところに興味持つね。風を切って駆け出す、もう鼓動止まらない。広い空間で歌うのは気持ちがいいけど、ここじゃないかな。ここも違うかな。教室で歌うのと気分が変わらない。聞かれると困っちゃうな。自分でもよく分かってないから。ただもっとこう、まあいいや、次に行こう。風が気持ちいい。それにこの景色。光の速さで駆け抜ける衝動は、何を犠牲にしても叶えたい強さの覚悟。いいね、ここだ。君も向こうを見渡してみなよ。遠くまで見渡せるこの広い舞台、それから空色に反射した建物、一つ一つがペンライトを振る観客みたい。おまけに太陽のスポットライト付きね。ここって最高のステージ。でしょ。よし、これで答えられるかな。本気の気持ちにだよ。歌のコーチも真剣に教えてくれる人だからさ。気持ちには気持ちで答えないと。もちろん教室でも歌えなくはないけれど、とにかくね、私は嫌だった。不誠実だから。これでようやく戻れそう。ほら、授業中なのに屋上にいる生徒は誰だ。おっと、生活指導の先生だ。ごめん、説明しておいて。あれ、君もお出かけ？よっと。いい天気だね。絶好のお出かけ日和だ。どこに行くの？私はそれ面白いね。じゃあ当ててみてよ。まずいな、逆走しちゃった。これは今度マルゼンに運転を教わらないとね。でも楽しかったよ。思わぬお土産もできたし、おやつまでできた。ソース味のスナック駄菓子なんて久しぶりに食べるよ。ただ残念、ここじゃないんだ。でも発想は悪くないよ。
じゃあヒント。私は退屈だったので楽しく過ごしたいなと思ってました。ふう、たくさん歩いたね。巨大迷路、なかなかに楽しかったよ。だって選ばない道の先って気になるでしょ。おかげで行き止まりにいる人形は全部見られたし。ねえ、次はフリーフォールに行こうよ。高いところから急降下、鷹にでもならないと味わえない視界だよ。外れ。さあどうしようか。次はどこへ連れて行ってくれるのかな。じゃあもう一つヒント。それはあまり遠くではありません。はあ、ごちそうさま。やっぱりここのコロッケは美味しいな。たまに買って帰って柚子胡椒かけて食べてるんだ。ピリッと爽やかで君の口の周りコロッケの衣だらけだよ。残念。そんなしょんぼりしないでよ。楽しかったのは事実なんだけどな。それを気にされちゃうと申し訳ない気持ちになっちゃうかな。じゃあ正解の場所に連れて行ってあげるよ。ここだよ、正解は。場所は決まっていなかったんだ。あてもなくとりあえず外に出てきただけ。とりあえず登った木の上で景色を見ながらどこか面白いところないかなって探してた。そしたら君が来た。いや、ちゃんと正解はあったよ。なんか君が面白いことを言い出しちゃったから楽しかったよ。一生懸命考える君についていくのも、行った先で一緒に遊んだのも、楽しく過ごしたいなと思ってた私を君はしっかり満たしてくれた。だからね、君と出会えたこの場所が正解の場所ってこと。納得？実は私もそう思う。でもさ、また今度もやろうよ、行き先当てクイズ。ありがとう。少し喉にしみる。で、次のメニューは上半身も強化しておきたいんだけど、早速始めようか。お、あったあった。シーグラス探すと結構落ちてるよ。お、いい感じの流木も発見。君はどこから来たのかな。だって素敵でしょ。海を渡ってここまで旅してきたなんてさ。ねえねえ、早く戻って準備しよう。お祭り楽しむためにお昼少なめにしたんだ。屋台完全制覇目指しちゃおう。その後の花火も忘れないでね。あのガラス瓶も外国のものっぽいな。あっちも見てみよう。たくさん見つけた。夕日が当たるとまた綺麗だね、君たちは。私は遠慮しておくよ。ここで夕日が沈むの見ていたいから。
もしかして花火見に行こうとしてた？キャンプギア、マグカップとかランタンとか。花火やっぱ見ようかなって思って。愉快な偶然だね。来る？特等席があるけど。よく見えるでしょ。ちょっとだけ離れちゃってるけど、おかげで目の前を遮るものもないしね。夕日を見ていたら花火を準備しているのが見えてさ、ここで見るのもいいなって思ったんだ。面白そうだってキャンプギアを取りに行って、玄関を出たら君が来た。本当に偶然だったね。君驚いた顔してたもの。なんかいいね、こういうのも。約束するでもなく、たまたま偶然でさ、同じところで出会う感じ。あるでしょ。自由に生きたい私と、それに夢見た君が出会ったくらいだもの。運命の女神様だってこれからもサプライズしたくなるよ、きっと。